どうもこんにちは、川口の健です。皆さん、シューゲイジング .com というブログをご存知でしょうか。シューゲイジング .com というブログはですね、世界的に見ても川口ブログの中ではトップに位置すると思うんですけど、運営はイエスペル・インゲバルドソンっていう人で、スウェーデン人なんですけど、多分靴好きの方の中では見たことある人もいるんじゃないかと思いますが、インスタアカウントもあります。シューゲイジングっていうインスタアカウントあります。この人はですね、そういった靴ブロガーでして、いろんな靴の取材や、またシューメイキングワールドチャンピオンシップの主催もされています。毎年ね、5月にワールドチャンピオンシップスオブシューメイキングというのをやってて、そこでシューメイキングの大会、シューシャイニングの大会とシューパティーヌの大会と、ありまして、あれはそういう大会とプラスいろんなメーカーがトランクショーをするっていうね、展示するっていうのも兼ねてる、そんな主催もやられてる人で、それだけじゃなくいろんなトランクショーの主催だったりとか取材広報、そんなことをねやられてます。でその人の運営するブログがあるんですよ。靴の歴史に関することだったり、あとはこのブランドはこういうものですよっていう紹介だったりということで、僕の YouTube チャンネルとか紹介していただいたことがありますが、今回はそこで紹介された最近の記事で、タイトルはですね History 19th Century Exhibition and Prize Work Footwear ということで、19世紀の競技靴ですねを紹介しますという記事なんですね。これは非常に面白いので今日ご紹介したいと思います。シューゲージングイエスペルさんに許可を取りまして動画で紹介させていただきます。では画面に移ります。こちらのブログですね、シューゲイジング、全部英語なんですが、一応中身をね理解しましたので、日本語翻訳してね理解しましたので、主に写真を見ながら解説していきますね。ですね、今回紹介される靴というのはノーサンプトン、イギリスのねノーサンプトンに靴博物館というのがあります。僕はノーサンプトンは数年前に行ってファクトリーショップを訪れたんですが、その際ノーサンプトンの靴博物館に行く時間はなくて行けてないです。そのノーサンプトンに靴博物館がありまして、今までの歴史的な靴がいろいろ収蔵品があります。でそこに今回シューゲイジングが取材に行って、で実際ショーケースには展示されてないもの、保管されているものがあるそうなんですが、それを写真を撮って掲載しますというものです。ノーサンプトンには1万5000を超える靴があるそうです。で、今回のこの紹介される靴というのは、エキシビションシューズですね。このノーサンプトンの博物館にはかつて売られていた商品としての靴もあるそうなんですが、昔の大会ですね、競技大会に出品された靴というのを紹介してくれています。19世紀に行われたシューメイキングの大会だそうです。去年行われましたワールドチャンピオンシップスオブシューメイキング2024では僕も出品して優勝したんですが、この大会2024というのはコロナ禍で3年間ぐらい開催されなかった期間があるんですけど、始まったのが2018年で5回目でした。今年2025年も開催される予定で6回目ですね。この大会そもそも昔行われていたそういった競技大会を復活させるというのを目的にして始まったそうなんですね。今行われている大会というのは5回目なんですけど、こういう大会は昔にもあったということなんですね。でそれが19世紀に行われていて、そこに出された靴のいくつか写真です。これがね凄まじいので、僕こういう靴があるっていうのは知らなかったんでね、昔そういった大会があったっていうことは知ってたんですけど、実際どんな靴が出されていたのかっていうのは詳細には知らなかったんで、本当にこのブログを最初読んだ時は声を上げながら驚きながらね、マジかって言いながら読みました。こんな感じで写真が出てきますので紹介していきます。これはですね1851年のエキシビションに出されたやつだそうなんですが、この頃の大会はですねブーツがメインだったみたいですね。多分今よりも短
短靴っていうのはそれほど履かれることが多くなかったのか、実在はしてたと思うんですけどね、ブーツの方がより格式の高いものだったということもあり、ブーツがメインですね。でこの最初のブーツっていうのはすごい装飾がものすごいんですよね。これだけ見てもすごいんですよね。あとパッと見た時にどっちも同じ形してますよね、右と左が。昔って内外対称ラストを使ってたそうで、内外対称っていうのはつまり左右が同じって意味ですね。靴に右と左がないっていう、内側も外側も同じ造形をしてるんですよね。だからまっすぐに見えるじゃないですか。今から考えると靴の右左がないなんて、スリッパとかそうですけど、右左がないなんて結構考えにくいんですけど、この時代はまだそうだったのか、もう違ってたのか分かんないんですけど、昔はそうだったんですよね。100年から200年の間に変わったらしいっていうのを聞いたことがあります。で、これ1851年、170年前なんで、こういう靴を履いてたかもしれないですね。左右がないラストです。なのでまっすぐに見えますね。でジョン・ N ・ヘフォードという人が作ったやつらしいんですけど、ロンドンで色味がこの黒と黄色っぽい、これは退色してるんですかね。もともともっと茶色かったのかどうなのか分かんないんですけど、これ脂肪缶っぽいやつとボックスカーフですかね。パテントなのか分かんないですけど、経年劣化でもう革の表面がものすごくひび割れてますね。この装飾がもう本当にね凄まじいんですね。これ全部僕最初これ見た時にこの黒いところに線が入ってるなと思ったんですよね。なんだけど実際拡大してみるとこれ全部縫い目なんですよね、ステッチで。さらにこれ驚くべきなのがここに書いてあるんですけど、ハンドメイドアッパースティッチングということで手縫いらしいですね、これ全部で。ここに53SPI って書いてあるじゃないですか。平均 40SPI で一番細かいところだと 53SPI って書いてあるんですけど、53SPI ってそもそも SPI っていうのはステッチパーインチの略ですね。これスティッチーズパーインチで、これは1インチの中に何針ステッチがあるか、何針縫ってるかという数値で、1インチは約 2.5 センチなんで 2.5 センチの中に53針縫ってるんですよ。つまり1針 0.5 ミリ以下ですよね。これを全部手縫いでやっていて、手縫いだからこそできる細かさなのかもしれないですけど、全部手縫いでやっていて、しかもこの量っていうね、もう考えただけでも気が遠くなりますね。1年あっても終わんないんじゃないのぐらいの凄まじい量です。このね、しかもこれブーツだからね、この長さありますからね。これが衝撃的なんですよね。やっぱり今の大会もステッチ細かくみたいなのはあるんですけど、その170年前でこの細かさの次元が違いますね。そしてね、この糸の質感も素晴らしいですよね。細かくてただ細かく縫ってるというか、ちゃんと細かく縫ってるっていうかね、縫い目としての質感を損なわずに細かくしてるっていうのが素晴らしいですよね。しかもここ革の端っこ丸くなってるじゃないですか。多分全部折り込みなんですよね。折り込みっていうのは革の端切りっぱなしじゃなくて、薄くすいたものを折って、で革の断面を見せないんですけど、この装飾全てを織り込んでいるって結構大変なんですよね、織り込みって。それを全部でやってるっていうのもね、すごいですよね。あとこれソールなんですけど、このアッパーのベターっていう感じもすごいですけどね、ソールがね、これめちゃくちゃ薄いですね。ベルトとソール多分ついてて、それ縫ってると思うんですけど、めちゃくちゃ薄い。ここに書いてあるんですよね。説明書きみたいなのに53ステッチだと。これがソールですね。ソールは割と普通です。普通というか、現代のワールドチャンピオンシップみたいなそういうのではなくて、ハンドソーンの比較的一般的な作り方をしてますよね。ヒールですね。ヒールも結構普通です。ちょっと高めですけどね。
でここに赤いこれね、こう半分に二つ折りにした薄い皮を二つ折りにして、それをこの前と後ろの皮のつなぎ目に挟み込んでますね。いちいちねこういう装飾全部細かい。こういうところもね芸が細かいですよね。こうやって赤いの入れて、でこれ後から見ていくと分かるんですけど、こういったこのなみなみステッチとか、そうですね、こういううねうね、あとはこういうちょっと差し色の皮を挟むみたいなの結構流行りだったみたいですね。今のワールドチャンピオンシップでもバテ系ヒールとかチェーンステッチとかいくつか流行りってあるんですけど、この頃の流行りはこれだったのかなと推測します。でこれちょっと色分けされてるじゃないですか。これフィドルバックって言いますね。フィドルウエスト。これまたシューゲージングの別な記事であるんで、そっちぜひ読んでほしいんですけど、フィドルバックって現在でいうフィドルバックっていうのはウエストの中央がこう隆起してて尖ってる、この記事でも後で出てくるんですけど、そういうのをフィドルバックって呼ぶんですよね。ただもともとフィドルバックっていうのはそれを指していたわけじゃなくて、こういうふうにこのウエスト部分の端っこを塗り分けてエレガントに見せるみたいな、そういうものだったみたいですね。これを本来のフィドルバックと呼びます。ベベルドウエストになってますよね。ベベルドウエストでこう、ね、ソールのウエスト部分を絞り込んで縫い目を隠している。でそのウエスト部分を端っこを塗り分けてさらに細く見せるみたいな、それがフィドルバックです。次はですね、これ1873年のレースアップブーツ、めちゃくちゃ綺麗ですね。先ほどと同じように多分これも左右対称ラストだと思うんですよね。でつま先もこうちょっとねベターっとなってるような感じで、ソールが薄くてなみなみステッチ入ってて細かいのが入ってますよね。で色もこういう黄色っぽいのと黒っぽいのの組み合わせっていう似た雰囲気があります。ヒールも高いですね。でバルモラルブーツになってるんで、この頃の一番のこの正装とされるのはバルモラルブーツだった時代ですかね。今ストレートチップの短靴みたいになってますけど、昔はこれバルモラルブーツが一番フォーマルだったらしいです。これもねすごいですね。ヒール超ギリギリに釘打ってますね。超ギリギリだから今もやっぱそういうワールドチャンピオンシップって釘をたくさんソールに打って装飾するっていうのがあるんですけど、この頃もねそんな感じにやってますよね。これ超綺麗ですねこれさっき話してたフィドルバックは実はこの形じゃないんだよっていうやつです。この中央部がせり上がってこう尖ってるやつ、これは隆起のあるベベルドウエスト、尾根のあるベベルドウエストということで、めちゃくちゃ綺麗ですね。でなんかここが特徴的ですよね。ウエストが終わった後にそこから滑らかにソールにつながるというよりは、ここにこのソールの始まりの境みたいなのがあって、面的なこう 3D 面的な境があって、でそこの前がベターっとしてますね。今だとねここウエストの面とソールの面ということで2つに分かりますけど、ウエストの面とここ中間とソール面みたいに見えます。でこれがですね超薄いソールですね。これもね出し縫いしてるんですよね。これ超細かいですけど、多分ここ今この刺してるこの部分がウェルトの境、ウェルトとソールの境なんじゃないかなと。とにかく繊細ですね。このステッチもすごいですよね。装飾ステッチなんですけど、若干どうやってやってるのか分かんないですね。なんかねこう糸がね横につながってるんじゃなくて垂直につながってるんですよね。こっちの下にある縫い目とちょっと違いますよね。でここもなんかこう細かすぎちゃって糸が皮の上に乗ってるようなぐらいな質感になってますね。これって僕は普段靴作りでこれできないんですけど、こんな細かくやったことないしできないんですけど、
このステッチが革の上にちょんって乗っかってるようなのあんまり好きじゃないんですよ。ただこれ見るとやってみたいなと思いますね。挑戦してみたい。普段の靴作りではもちろんこんな細かいことこの時代もやってなかったと思うんですけど、大会用でこういうことやってるんだと思うんですけど、すごい特徴的な見た目になりますよね。でこのねつま先のボリューム感も面白いですよね。薄いんですけど面的なボリューム感はあるっていう。今だとこういうドレッシーなエレガントな靴作ろうと思うと細くすると思うんですよね。この頃はこういうね形状が主流だったんですかね。これはヒール、薄い革を積み上げて高いヒールを作ってますね。30枚ぐらいあるんですかね。だから昔の靴ってこういう薄いのを積み上げて作ってたっていう話を聞いたことがあって、っていうかシューゲージングで読んだのかな。でそれで繊細な感じになるということで、ワールドチャンピオンシップの今行われてるやつの過去大会では薄くしてるっていうのがあるんで、僕も去年それやったんですけど、1850年代ぐらいはこういうのが主流だったのかなと僕は思ってたんですけど、さっきの最初のブーツを見ると意外と普通の厚み使ってるんで、別にそういうわけでもなかったんだなと。これはやっぱ繊細に見せるためにこういう風にやったんですかね。これね赤い革を挟んでますね。さっきのブーツと同じですね。こっち1873年で、最初のブーツは1851年なんで20年違いますね。20年違うってすごくないですか。だって今やってるワールドチャンピオンシップ20年後って2040年ですよ。すごい変化がありそうだけど意外と変化ないですね、この前のやつとこれだと。だから流行りとかじゃなくてなんかもうスタンダード、ずっとこのスタンダードだったのかな。はい、次これはさらに古いですね。1830から49年の間だそうです。結構ボロボロになってますよね。200年前とかなんでこれになると。でなんかシューツリーがねないらしいんですよね。なので結構破れてますね。そしてここで書いてあるんですけど小さいんですよね、靴が。これクレジットカードの大きさと考えるとすごい小さいですよね。だから、そもそも昔の人は足が小さかったっていうのプラス、これだけ繊細な細かいことをやるために、靴を小さく作る必要があったっていうのがあるそうです。ちなみに今のワールドチャンピオンシップの基準は UK8 が基準なんで、この頃のこのエキシビションシューズに比べると 1.5 倍ぐらいの大きさは 1.5 倍2倍ぐらいの大きさありますかね。これ四角いですね。前のやつは広いラウンドみたいな感じだったんですけど、これスクエアもスクエアですね。今の靴ではなかなか見かけない形状です。すごいソール。僕この生地は気に入って 3,4 回見てるんですけど、見るたびにわーって思いますね。なんですかね、この色分けは。フィドルバッグとも違うオリジナリティのある色分けとこの模様の飾り方。ヒールにこれ穴が開いてるのは何かがもともと埋まってたのかな。これかな、これ釘なのか何なのか分かんないんですけど、これも厚みのある革を積み上げてますね。下のやつなんてトップリフトとかめちゃくちゃ分厚くないですか。これ違うか、靴が小さいからそう見えるのかな。ちょっとスケール感がよく分からないです。これ最初のブーツのあれと同じですね。制作者が同じですね。なんかかわいい。これも小さいんですよね。置物っていうかね、置物なんですけどミニチュアレベルですよね。小さい。でその小さい中にものすごいこれも装飾的なんですよね。葉っぱの飾りステッチすごいですね。ここも面白いですよね。この羽の付け根の部分、これが構造的なステッチじゃないですか。でここに補強みたいなステッチが追加されてますね。でここにビーディングみたいな挟んでありますね、1個皮が。これもフィドルバッグですね。でここなんか切れ目みたいになってるじゃないですか。多分これ縫ってる跡だと思いますね。ここに、ドブ起こしっていうよりは縦のドブ起こしですね。水を入れてその中を縫って叩くことで皮が元に戻って糸を隠すっていう。現代だとイギリス靴とかあんまりないですけど、東欧系の靴だとこういう縦ドブっていうやつは見ますね。あとウエストンの180シュインチャーローファーとかってこういう感じだったと思いますね。
フィドルバックになってて逆半カラスみたいな感じの形状ですね。今の大会も結構こういうオリジナリティのある形状って結構あるんですよ。今の大会は半カラスダメなんでこういうのはないんですけど、なんかこうソールの衣装的にオリジナリティのあるやつってあるんで、昔からねこういうのはあったということですよね。これも同じこうなみなみステッチが入ってますね。これが素晴らしいですね。メダリオンみたいなこのシャフト部分に飾りステッチ入ってるんですけど、めちゃくちゃかっこいい。これちょっといつかやりたいですね。すごいかっこいいですね。これは1800年代のブーツということで、これなんかツリーが入ってますね。真鍮かなんかですごい装飾されたツリーが入ってますね。いや、この辺のこの甲の隆起してる形状なんかが綺麗ですね。これは古いんだけど、このツリーが入っていたことで劣化なく形が保たれていると書いてありますね。で、なんとなく形状が、これもちょっと内外対称なんだと思うんですけど、形状が現代の靴っぽい雰囲気はあります。相変わらず極薄ソールに細かステッチですね。こんななんかギリシャの像みたいなのがね装飾されてますね。でネイビーの革なんですよね。ちょっと珍しいですよね。でこれ乗馬の靴のあれだと思うんで拍車がついてます。基本的にやっぱりソールはみんなこういった綺麗なソールで、ウエストが細くてでソールが高くてでこうベベルドウエストでウエスト中央部分が盛り上がっててっていう感じになってますね。これもフィドルバック的な塗り分けをしてあります。でなんかこのヒールがこういうなんかちょっと変わった切り欠きだったり、ここになんかインレイが入ってますね。何かしらの貝殻なのか何なのか。やっぱりねソールってこういう風に飾りたくなりますよね。200年前も同じこれも、これは1900年のやつということでちょっと新しめですね。先芯入ってないんですかね。ベタベタに潰れてますね。ここはこうスキンステッチをしてあるみたいですね。で基本的なのはこれお題がそうだったのかわかんないですけどね、みんなこういうブーツ、これすごいですよね。まずソールの形状、この盛り上がり感とかすごい綺麗ですね。ヒールもカーブしてて、で何かしらの釘じゃない何かしらが四角いのが打ち込まれてますね。前方は少しここにつま先にかけて広がりがあるようなトーシェイプだ。この辺見ると今の大会と変わらないっていうか、まあ僕は去年ねウエスト9の作っちゃいましたけど、そういうなんかソールに対する造形美みたいな感覚って今と変わらないか、むしろもっとこう激しくやってたっていうかね、そういうなんか昔もこういうこと本当にやってたんだっていうのにびっくりしました。これはサイドゴアブーツですね。フェイクレースがついたサイドゴアブーツ、1851年。これも同じ色分けですよね。黒とこの黄色っぽいので面白い装飾ですね。このトップの皮がここでこういう風になるっていうのもいいですね。かっこいい。ゴムは伸び伸びですけど、これですねステッチでメダリオンになってますね。でステッチが相変わらず細かすぎてなんかもう線に見えます。ステッチというよりは王冠のステッチ。これかプリンス・オブ・ウェールズのマークだそうです。これ比較的ねソール形状が穏やかですね。すごい綺麗ですけどね。だからこうやって裏から見ると左右対称ラストなのが分かりますよね。中心線がかかとからつま先までど真ん中を通っている。今だとヒールの中心線とこのソールの中心線ってずれるんですよね。こうラストセンターが後ろから前まで一気通貫してるのが分かります。綺麗ですね。この左右対称、内外対称ラスト、これも同じようなデザインですね。ダイヤモンドキャップになっていて、この中で上がってるソールの中で一番僕好きですね。スーパーシャープリッチ。スーパーシャープですね。多分ここまでシャープになるのはソールがすごく薄いからだと思いますね。ソールが分厚いとその分
シャープさってこう吸収されちゃうじゃないですか。ただ薄ければこの中物で作ったシャープさがそのまま上に出てくるんで、これだけシャープにできるんだと思います。これも結構薄めのヒールスタックですね。で、革のフェイクレースですね。レイジーマンとかで革のフェイクレースってあるじゃないですか。この時もね、こういったフェイクレース、これ実際サイドゴアブーツなんでレースアップではないんですけど、革のフェイクレースをつけてますね。綺麗ですね。つま先の薄さがすごい。これ変わってるんですよね。1800年。なんかこういうのって現代のデザイナーブランドとかがやりそうじゃないですか。これはわざとこうシワを寄せて作ってあるブーツですね。どういう質感なのか、多分もう今ガチガチだと思うんですけど、乾燥しきって当初どういう感じだったのかがね、気になります。ただこういうなんていうか、こういうデザインをやりつつも、この下はすごいドレッシーで薄いソールで細かいステッチっていうのは変わらず共通してやってますね。これは1800年代ということですねのブーツ。これはグリーンと赤と黒っていう結構極彩色ブーツですね。このやっぱ曲線がとても綺麗。これの面白いのはなんかね、一段コバがね挟まってるんですよね。アウトソールの上にもう一個ソールがついてるみたいな、どうやって作ってんだかよくわかんないんですけど、コバゴテまでしっかり当ててね、ここしっかりコバの境目がありますからね。ダブルソールのソールを一個一個仕上げてるみたいな感じですね。こういうなんか変わったことやってますね。これあれですね、ここに革挟んでるんですけど、下は黒で上は黄色っていう感じに、違う革なのか染めてあるのかちょっと分かんないですけど、色分けがされてますね。いちいちね、装飾が美しい。これは装飾じゃないのかもしれないですね。もしかしたらこのストラップを裏で固定するためのものかもしれないですよね。ちょっと分かんないですね。これはボタンブーツですね。ボタンブーツだけどボタンは外せそうにないですね。これすごいですよね。このソールタイルみたいな、こんなね色彩豊かなソール、多分もともとできた当初はもっと多分鮮やかだったと思いますよね。この発想はないですね。すごい。そしてスーパーナローなウエストですね。ここすごい綺麗、ちっちゃい。なんかこのソールの前方部分が四角いじゃないですか。つま先がそういう形状してるんで、しかも内外対称なんで、なんかこの装飾するためのキャンバスみたいな感じに見えてきますよね。本当に芸術作品ですね。ここはチェーンステッチですね。これは、ミュールですね。今までの出てきた靴とはまた全然違った靴ですね。小さいミュール。ここにも細かいステッチ。これはこっちのヒールの革とこのソールの革、これを本当にステッチしてるのかどうかちょっと分かんないですけど、縫い付けてある、このヒールに巻き込んである革を縫い付けてあるステッチかなと。ハンドエンブロイドって書いてありますけど、これ手縫いの刺繍なんですかね。超綺麗ですね。これはね、ぶっ壊れてますね。すごい形状してますね。シャープです。これはなんかこのウエストにあるんですけど、このシャンクを止めてる鋲かなんかだと思いますね。今ブーツのホワイツとかでウエスト部分に、ね、鋲止まってるのはあるんですけど、そういったものと同じかな、わかんないんですけど、これも独特ですよね。これは釘なのかな、違うか、何なのかちょっとわかんないですね。これで、この顎形状、このヒールの部分ですね、この独特な形状をしてます。この字型みたいな。
こにも何か埋め込んであるような、これはですね、これ珍しく絞り込んだウエストじゃないんですよね。コバがベベルになってなくてスクエアになってるっていう。でヒールもそんなに高くなくてかなり実用靴っぽい見た目です。相変わらず細かいですけどね、ソールもそんなに薄くないんですよね。これはなんかちょっとバランス変ですよね。後ろに倒れ込んでるようなバランス感、ちょっとこれ下手ですよねなんかこのヒールの積み上げがね後ろ向いちゃってるんで、この辺で調整した感があるから、ソールの造形はすごいです。なんですかねこれ、この秒みたいな、これだってここにはシャンクがないからなんでしょうかね。これもさっきと同じような謎のインレイと変わった顎形状、これが流行りなのか何かしらの意図があるのか、ただの衣装的な流行りなのか、何かしらの意味がある形状なのか。アッパーの中央に尾根があるように見えますね。でポインティだから最初の方に出てきたすごくスクエアっぽいやつとか、ものすごいこう緩やかなラウンドみたいな形状ばっかりではなかったっていうことなんですよね。これはパテントレザーみたいですね。エナメルですね。この形状いいですね、かっこいい。パテントレザーもなんかこうぐちゅぐちゅになっちゃってますよね。あ、やっぱそうか。ここなんかこう四角く浮いてるじゃないですか。多分これストラップ、裏にあるストラップがあるのかな、これ見えないですけど、ストラップがあったのか今裏に落ちてるのか分かんないですけど、それを固定してるステッチなような気がしますね。これ綺麗な、やりすぎてなくすごく綺麗なウエストですね。これめちゃくちゃ細いんですよ。これ今中がぺたんこになっちゃってるんで、完成した当初はもうちょっとここは膨らみはあったと思うんですけど、何にしても細いじゃないですか。でね、こんなヒールですよ。馬蹄系ヒールっていうか超薄い馬蹄系ヒール、めちゃくちゃ細いですよね。こんなソールの見た目をしてます。でこれを何がいいっていうと、これなんですよね。この2019年の優勝したダニエル・ウィーガンっていう人はなんか博物館にあるような靴を作るっていうののコンセプトで作ったそうなんですよ。だから、このノーサンプトンの博物館の収蔵品を見てそこからインスピレーションが来て作ったのかもしれないんですけど、ちょっと分かんないですけど、だからこの1800年1900年のコンテストシューズを模したような靴を作ったということで、めちゃくちゃ細いんですよ。でウエストも超細くて馬蹄系ヒールでみたいな、こんな感じなんですよね。だからこれを最初見た時、うわこれいいのみたいな、この靴のコンテストとしてこんなめちゃくちゃなことでいいのみたいな、そういう議論も審査員の方でもあったみたいで、実際にそう傍から見てる人も思ったみたいで、翌年から実用的な幅から2ウィズぐらい落とすぐらいにしといてねっていうルールが追加されたんですよ。この細すぎちゃってこれだとみんながみんなこういうことやっちゃうと困るよっていうことですよね。だけどこれの由来はこういった、かつてあった大会からそれを再現するべくやってることだったんですよね。こういう馬蹄系ヒールもそうですよね。とかこの、2018年の最初の大会で1番になったパトリック・フライっていうドイツの人、この人はすごくヴィンテージシューズに造形が深くて、すごくね文献とか研究してる人だそうなんですよね。だからこの人がやってる靴の衣装っていうのも多分こういった昔のコンテストシューズみたいなのを知っていて、それを再現するべくやってると思うんですよね。そういうのを取り入れてると思うんですよね。すごく薄いソールヒールを積み上げてたりとか、こういう形状とかですよね。ありましたねさっき。だからこのパトリック・フライさんが本当に自分で思いついたものかもしれないし、ちょっとその辺は分かんないんであれなんですけど、こういうことじゃないですか。僕の予想で話してるだけです。本当に実際はどうか聞いてはいないです。そうなのかなってこう見てるだけなんですけど、あとはこの極細ウエストとかも
今見てきたこの19世紀の靴と同じですよね。この19世紀、多分パトリック・フライさんそういうのから来てると思うんですけど、この後2018年に最初にこのパトリック・フライさんが優勝して、この極細ウエストっていうのは早かれ遅かれ多分誰かがやってたとは思うんですけど、明らかに2019年以降この極細ウエストっていうのはもう大会の主流で今も続いてまして、やっぱり靴のウエスト部分を絞り込むっていうのって靴作りの中で象徴的っていうか、こんなにやってるぞって示せるポイントでもあるんで、別にこれが昔をリバイバルしてっていうことじゃなかったとしてもそういう人はいたと思います。ただこのパトリック・フライさんはそういうところを知った上でやってたのかなと思うんですよね。何が言いたいかというとですね、こうやってこの昔の競技靴をいろいろ見ていて思ったのは、今のこのワールドチャンピオンシップシューメイキングは本当にかつての大会を復刻してるんだなっていうふうに思いました。レギュレーションとかはいろいろ違うのかもしれないんですけど、やってることものすごい個性的なデザインだったりとか、凝った造形っていう、こんなに手間かけてるのみたいなのって今の大会にあるんですよ。実際僕もそういうことやりましたし、ただそういうのって昔の人も本当に同じことやってて、200年前の人もそういうことをやっていた。だから靴を作る人だったらその靴職人として突き詰めていくみたいなところが今も昔も変わってなくて、だから本当の意味で復刻しているんだなっていうふうに思ったんですよね。今の靴の大会5回やっていて、どんどんやっぱ進化していって、さっきのだと20年前のとあんまり変わらなかったじゃないですか。ただ今の大会って最初の大会と今の大会となんか全然違うんですよ。みんな個性的な勝とうとしてすごい面白いことやってくるんで、勝とうとしてなくても自分が作りたいものを作ってすごい面白いものになってたりして、でもそれって多分根本はこの昔と変わってなくて、すごいものを大会で作って見せてやるぞっていう、自分はこんなことできるんだぞみたいなのが、昔で言えばこの最初に出てきたヘフォードの超装飾的で超細かいっていう、こういうのはやっぱり自分の技術力を見せるためにこんなことできるんだぞって見せるためにやったと思いますし、これだけ手間かけてるんだぞすごいだろっていうのがあったと思いますしね。履き心地は求めないし、実用には使わないような技術を盛り込んだりするし、いろんなクラシックな靴作りでは勝てないっていうのをね問題視する人もいますし、僕もそこは思うポイントではあるんですよね。普通にただ美しいクラシックな靴を作る、それをそうじゃなくてなんか変わったこと変なことやらないと勝てない大会になっているっていうのは確かにそうなんですよ。でも僕はそれはいいとは思ってまして、で実際そこ僕が好きなポイントでもあるんで、そこに特化した靴を作って去年優勝させていただきましたが、やはりねクラシックな靴では勝てないっていうのも、確かにそうで、そういう大会だよなと僕も思ってたんですよね。ただクラシックな靴では勝てないのは確かにそうなんですけど、でもこの大会がクラシックでないかっていうと、今日紹介した靴を見ると、いやいや全然この1800年代でもこういうことをやってたんだから今の大会も変わらないんで、今の大会もクラシックって呼べるんじゃないかなっていう気がしたんですよね。だからそのクラシック、伝統的な綺麗な普通の靴の究極を作っても勝てないのは確かで、だからそれ用の大会が別にあってもいいなと思うんですが、今のこのワールドチャンピオンシップシューメイキングっていうのはこれはこれですごくいいものだと再認識しました。だってこうやって僕が200年後にこうやってね靴の初めて見たんで見るじゃないですか。そしたらうわすごいな、200年前だからすごいとかじゃなくて、単純に今でも心からうわマジかすごいなって思うんですよ。ってことはやっぱり200年後の人も去年僕が優勝したローファーを見て、うわ何これこんなことやってたんだとか、どうやってやってんのこれみたいに風に思うかもしれないじゃないですか。なんかそういう風に歴史に残るものを作れる場、それを世界の人が集まってそういったこういう新しいのやってみましたみたいなのを表現できる場って素晴らしいなと改めて思って、2025年も大会ありますがぜひ参加してまた
歴史に残るものを作りたいなと思っています。ということで非常に長くなっちゃったんですが、1800年200年前のコンテストシューズを紹介してみました。推測とかね、こうなんじゃないかなっていうのも大いに入ってますんで、そう思ってるんだなぐらいに思っておいてください。事実は若干違う部分があるかもしれないですが、ぜひね、シューゲージング .com の実際の写真を見て文章を読んでみてください。非常に面白いと思います。そして改めて過去のね、今の大会のワールドチャンピオンシップインシュメイキングの作品群も見ていただくと非常に面白いかと思います。概要欄にリンク貼っておきますので、ぜひどうぞ。それではまた。